皆さんこんにちは、白川隆二です。年末年始はどのようにお過ごしでしょうか。私は森で体を鍛えていました。今日は年越し稽古といって12月31日23時に行われる稽古の模様をお送りしたいと思います。年越し稽古は利府道場で行われます。まだ誰も来ておりません。当日は少し雨が降っておりました。はい、早速阿部くんが登場です。阿部くんこんばんは。阿部くんが勢いよく道場に入ってきます。阿部くんお茶目なんですね。普段はこのような入り方はしておりません。稽古前はリラックスして談笑しています。稽古が始まる前に新しい年を迎えるためにカレンダーを変えています。道場ではたくさんのカレンダーがあるので次々カレンダーを変えていきます。ここで CM です。システマ毎日日めくりカレンダーです。システマの日常生活に活かせる格言が31日分載っております。皆さんぜひお買い求めください。そして美しい合気道も絶賛発売中です。おかげさまで3釣り行きました。まだ見てない方はこちらもご覧いただければ幸いです。道場に一礼して入室していきます。基本的には立って立礼、座って座礼をして入室していきます。稽古が始まる前にさまざまな補助運動や受け身を通して体をほぐしていきます。前受け身、後ろ落とし、後方回転受け身、横受け身、さまざまな受け身を通してしなやかで柔らかい強い体を作っていきます。阿部くんの受け身も見事です。まっすぐに受け身を取っていきます。合気道は受け身が上達すると技も上達できますし、安全に稽古することができます。体が大きいんですが柔らかくてしなやかな動きとなっております。こちらも特殊な受け身です。横に回転しながら衝撃を吸収していきます。はい、回転執行です。回りながら執行していく技術です。ぐるぐると連続で回ると目が回りそうになりますが、すぐ反対側に回ると目が回らなくなっていきます。ぐる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 と膝を回転させていきます。今度は剣を振っていきます。切り返しという素振りで肩、肘を緩めながら素振りをしていきます。今度は四股立ちで素振りです。スクワットの動作が入っておりますので下半身を鍛えることができます。力をしっかり出して素振りをすることで強い足腰を作り、強い中心軸を作っていきます。稽古の始まりの23時が近づいて続々と塾生が入室していきます。稽古が始まる23時になりました。塾生が整列して厳粛な雰囲気になっております。黙想して稽古が始まります。黙想して心と体を落ち着かせてこれから稽古をしていくという姿勢を作っていきます。黙想が終わり、塾長が正面に礼をします。いよいよ稽古が始まります。お願いします。最初は受け身から始まります。いつもの稽古とは違って畳をなるべく叩かないように柔らかく静かに受け身を取っていきます。塾長による指導です。最初は座り技です。正面打ち第1教、座り技第1教です。執行といって膝で動きながら押さえていく合気道独特の技です。一教というのは肘を制して相手をうつ伏せに押さえる技です。合気道は丸い円の動きが特徴です。次に塾長も受け身を取っていきます。通常合気道の師範になると指導だけでなかなか受け身を取らないんですが、塾長の場合には積極的に受け身を取って体作りをしています。阿部くんにも直接受け身を取りながら一緒に稽古をして指導しています。大変ありがたいことです。合気道は受け身が特徴で受け身を取ることで体作りになりますし、感覚を伝えることができます。次に2強という技ですね。2強というのは手首関節、肘関節を決める関節技を含んだ抑え技となります。
手首を決める動作が、ストレッチ運動になるので、柔らかく取ることで手首が強く、また健康に鍛えることができるようになります。みんな真剣に稽古しています。はい、阿部くんとの稽古です。激しくも柔らかく動いています。丸くさばいて相手と力がぶつからないように動いていきます。稽古では技の形を何回も繰り返すことで力の使い方、技の形を覚えていきます。はい、円の動き、合気道は円の動きです。手首、肘、肩、肘を決めてます。はい、これは後ろ両手取り第4強です。合気道で面白い動き、後ろから掴まれた状態での技ですね。後ろから掴まれた状態でから技を行っていきます。4強というのは、手首、脈部に一手に力を集中させて押さえていく技です。今度は四方投げという技です。四方投げというのは相手の腕を掴み、相手の腕の下をくぐり、肩関節を決めて投げる投げ技です。肩関節が決まっています。合気道は老若男女誰もが楽しく稽古できる武道です。上級者同士になればこのように激しい稽古もすることができます。ただし怪我をしないように激しく投げるのはお互い受け身の技術、投げる技術の両方の高いスキルが必要となります。お互いに強く投げることで筋力と体力を養成していきます。相手とぶつからないように丸くさばくのが合気道の特徴です。はい、水分補給の休憩時間です。息がハーハーするほど心拍数を上げて稽古しています。今度は手首を返す小手返し、手首をひねることで相手を倒してきます。お互いに強く投げることで心肺機能が鍛えられ、強い筋力と体力を養成していきます。これもひねりすぎて相手を痛めないように投げることが大切となります。また激しく大きな投げです。丸く力がぶつからないようにさばいていきます。お互いに4本ずつ投げと受け身を繰り返していきます。地味な稽古の繰り返しが強い体と心を作っていきます。多種多様なさばきをすることで様々な体の使い方が分かり、型稽古なんですが型にはまらない動きをすることも大事です。激しい稽古が続いていきます。また受け身が硬くなってしまうと何回も繰り返すことができません。受け身を取るときにも柔らかく体を使っていきます。自分から飛んでは稽古になりませんので、しっかりと相手に合わせて受け身を取っていくことも大切となります。いよいよ年明けの深夜0時に近づきました。道場の明かりを消して神棚のろうそくの光のみとなります。服装を整えて整列し、黙想をして新年を迎えていきます。心と体を落ち着かせていきます。黙想をして深夜0時が過ぎました。年が明けて塾長からの新年の挨拶があります。お互いに挨拶をしてまた再び稽古が開始となります。稽古が続き、最後は座り技呼吸法です。座り技呼吸法といってお互い座った状態で力をしっかりと出して相手を崩していく稽古方法となります。稽古が終わりました。稽古が終わったらすぐに掃除を始めます。道場の畳を拭いていきます。掃除が終わりましたら塾長が装束に着替えてこれから新年のご祈祷を行います。塾長は
神主でもありますので、ご祈祷では国家の安全、塾生の健康と安全、諸願成就を願って祈祷いたします。大ぬさでお祓いしています。玉串拝礼です。塾生を代表して道場長の私白川隆二が玉串拝礼を行っております。玉串拝礼とは、玉串に自分の心を託して神に捧げるという意味があります。2杯2拍手1杯の作法となります。ご祈祷が終わりました。ご祈祷が終わったら塾長から浜屋をいただきます。浜屋は自分の身にかかる災いである魔を破り、幸せに暮らせますようにという願いを込めた矢となります。道場の稽古が終わり、新年のご祈祷が終わり、帰りに道場の近くの八坂神社に初詣に行きます。この時にもう深夜約2時近くになっております。阿部くんはシステマ日めくりカレンダーも持って神社に行きました。これから参拝に行きます。2杯2拍手1杯の作法で参拝していきます。最初は小遊といって15度体を傾け、次にはい90度の角度でお辞儀をしていきます。元気に健やかに警護ができていることへの感謝の思いを込めて参拝しています。阿部くんも参拝です。今年は彩りの綺麗な傘の飾りもありました。とても綺麗です。おみくじがありましたので、おみくじを引きたいと思います。おみくじの結果は中吉でした。はい、ということで皆様最後までご視聴いただきありがとうございました。今年は辰年ということで、龍二の龍の年でもありますので、皆さんへの感謝を忘れずに今年も頑張っていきたいと思います。皆様今年もどうぞよろしくお願いいたします。今初めて明かされる美しい合気道の秘密。難しい専門用語を分かりやすく独自に言語化。 QR コードでいつでもどこでも動画が視聴できる。こだわりの美しい写真と美しい動画、臨場感のある解説動画、全200ページで送る美しい合気道のすべてがここに。書籍美しい合気道、角川より発売。